皆さんこんにちは。唐突なんですが、私本帰国をしました。そして今お届けしている動画はロンドンで過ごした最後の3日間ぐらいを撮っているものです。それでせっかく最後のロンドンだし、いいホテルに泊まろうということで、とあるホテルに向かって歩いてます。さてどこでしょうか。贅沢に5つ星のザ・ランドマークに泊まってきました。高級ホテルあるあるですが、とってもいい匂いがします。そしてなんとホテルの125周年ということで、至る所にこういったお花のモチーフがありました。このロビーを抜けると広い吹き抜けになっているのがランドマークの特徴ですね。とっても広々してます。じゃあお先にお部屋の紹介をします。あまりにも時差投稿なので、お部屋のタイプや金額を全て忘れてしまったんですが、なんとこの広さ。バスルームも覗いてみます。洗面台は広々2つあるのが嬉しいです。お風呂はこんな感じでバスタブもついてます。大理石に囲まれているのがすごい高級感がありますね。そして向かい側にはタオルかけるやつとティッシュ、そしてちゃんと扉ついてるタイプのシャワールームもあります。奥はトイレ。そして洗面やシャワーのアメニティがすべてザ・ホワイトカンパニーなのも嬉しいです。クローゼットを開けてみよう。中がめちゃめちゃ広くて、大の大人5人ぐらいは入れるかな。かくれんぼもできちゃいます。冷蔵庫はこんな感じで、中には何もありません。ここにはコーヒーや紅茶、あとショートブレッドもあったのが嬉しかったです。あとはコーヒー好きの人には嬉しいネスプレッソが3種類ほど入ってます。ネスプレッソや。スリッパがあるのも地味にすごく嬉しい。ベランダには窓を開けて出れないようにはなってるんですが、ここから朝食会場やアフタヌーンティーを楽しめるカフェも見下ろすことができます。ベッドサイドのインテリアもすごい可愛らしくって、ソファーに座ってゆったりします。ルームサービスも充実してて、軽食からがっつり系、あとはお酒もいろんな種類が置いてあって、さすが5つ星ホテルな感じがします。すごくロンドンらしいポストカードもいただけました。そして125周年なので、特別になんかアニバーサリーメニュー、アフタヌーンティーとかカクテルとか有料みたいですが、あるみたいです。このホテルのデザインの計画が進められたのが1897年、そしてオープンしたのが1899年だそうです。夜ご飯はホテル近くのお店でブリティッシュっぽいものをいろいろ食べました。美味しかったです。夜になると1階のレストランでピアノの演奏が始まって、とってもムーディーな雰囲気に包まれてます。おはようございます。朝はこの1階の部分で朝食ビュッフェをいただきます。基本的に自分で取りに行くスタイルですが、オムレツとかはウェイターさんに頼むとやってくれます。なんかこんな風に取らせてもらうのも忍びないぐらいな雰囲気なんですが、気にしたら負けだと思いながら取らせてもらっています。イングリッシュブレックファースト的なものもありながら、こういう中東系のなんかヨーグルトとか野菜とか使ったようなお料理もあったりして、すごいいろいろ試せて面白かったです。
ビュッフェにスモークサーモンあるとテンション上がるよね。フルーツも鮮やかな新鮮なものがたくさんラインナップされてます。このパンケーキの上にアボカドとポーチドエッグ乗ってるやつとかすごい美味しかったです。この辺はよく見かけるラインナップですね。いろいろ選択肢はありながらも結局イングリッシュブレックファースト的なものを取ってしまう。なんでしょう、最後だからでしょうか。これはヨーグルト。温かい紅茶を頼んだらこんな素敵な入れ物に入ってきました。で、この朝食会場から階段を上っていくと、吹き抜けの周りにブティックが囲んであるような感じになってます。お店はあんまり私が入るようなところではなかったかな。普通に人が演奏してると思ってたら自動演奏でした。まさかの。オープンしてから125年経ってる老舗のホテルっていうこともあって、エレベーターの中もこういう木でできてて、すごい古いおしゃれな感じで、ホテル泊まってる間はもともと住んでたアパートの退去の手続きとかをしていたんですが、その休憩がてらに近くのウォッチハウスにやってきました。ウォッチハウスはロンドンにも何店舗かあって、ゆっくりしたい人におすすめです。私はチャイとロンドン最後だしということでキャロットケーキを頼みました。美味しかったです。なんかバタバタしてあまり動画撮れてないんですが、あっという間に帰国前日、そしてまた同じようなものを撮って食べました。このナスとかパプリカとか何の味付けかよくわかんないけど美味しい。オムレツは具材を聞かれるといつもとっさにエブリシングと言ってしまいます。でもう前日はロンドンらしいとことか、あと最後に行っておきたいところをひたすら巡ってました。まずはリバティで買いそびれたお土産とか駆け込みの買い物をしてきました。リバティはいつ来ても華やかだし、すごく彩りがあるので目の保養になりますよね。この動画を編集しながらもなんかすっごいエモいわ。懐かしいです。このトリュフ美味しかったな。でちょっと用事があったのでセントポール大聖堂まで来ました。そして近くのパブで一杯飲みます。そしてあいにくの曇り空ですが、ビッグベンにもやってきました。やっぱりここに来るとロンドンっていう感じがして、すごい胸がキュッとなります。晴れてきた。そしてトラファルガー広場、ここも人間観察をするのにすごくいいスポットでしたね。なんか編集してたらすごい泣きそうになってきました。なぜかやっぱりすっごい懐かしいし、そんなに長くない在英期間だったけど思い出がたくさんあります。ピカデリーサーカスもここは一番スリに気をつけてたけど人がいっぱいでいつも賑やかで、これはこれで良かったな。はい、帰国当日です。謎に若干の胸焼けがあったので今日はフルーツ多めの朝食にしました。今日の夜の飛行機で日本に帰ります。最後にちょっとだけホテルを探検。地下にもスパとか、いろいろあって、そしてパブもありました。もしお時間ある方は行ってみてください。さあ最後地下鉄に乗ってヒースロー空港へ向かいます。
着いちゃった。今回はアナのビジネスクラスで帰るのでターミナル2に来てます。ここで事前にいくつか送っておいた荷物を受け取りました。エアカナダのラウンジがあったのでちょっとだけ軽食をいただこうと思います。グリーンカレーがあったので食べてみましたが美味しかったです。チキンがすごい柔らかかったです。日本便は日本語のアナウンスも流れるのでキュッとなります。ビジネスクラスに登場しました。こんなプライベートでビジネスクラスを使えるなんて今しかできないことなので本当に貴重な経験をさせてもらったなと思ってます。まあこれで中妻生活が終わります。でこの期間に本当にいろんな国にたくさん旅行に行くことができました。これは本当に人生の夏休みだと思って私は割り切ってやってました。と言いつつも渡英直後から本帰国までお金とか時間の使い方に関しては本当に常にいろんな葛藤がありました。まあちょっと塞ぎ込む時期もあったんですが、私が YouTube を始めたのがそれこそ最初の冬ぐらいだったんですけど、それを始めてからは結構編集作業とか動画撮影自体やったことなかったので意外と面白いなと思って、本当に初期の動画とか自分でも見たくないぐらい嫌なんですけど、それでも見てくださる方がいていただくコメントが嬉しかったり、何より外に出ようっていうモチベーションになったのが一番良かったなと思ってます。ロンドン生活を振り返ってみると総じてすっごく楽しかったです。また日本人にとっては比較的住みやすい国なんじゃないかと思いました。金額は高いけど日本食材店や日本食レストランもたくさんあります。あとは日本人学校もあればコミュニティもあります。治安の面でも軽犯罪とかスリとかに気をつけながら、あとは夜道を一人で歩かないとか、そういう小さいことを気をつけていればそこまで怯える必要もないと思います。またロンドンって本当にいろんな国からいろんな人が来ているので、自分がもはや何人かわからなくなるというか、外国人感があんまりないっていうのも良かったかもしれません。じゃーん、お料理登場しました。こちらの小皿が貝かなと、なんか野菜の和え物みたいなで、こちらが皮もとお野菜のおひたしみたいな。これはいろいろのせ、久しぶりに飲んだ獺祭が美味しいんだわ。はい、こちらが主菜の牛肉のすき煮とタイの味噌煮だったかな。でお味噌汁と漬物もついてます。美味しそう。この日本便に乗ってあったかい日本食を食べる瞬間、すっごいホッとしますよね。だってこの白ご飯美味しそう。食後はティーとフルーツとチーズケーキみたいなのをいただきました。お腹いっぱいです。そして満腹になった瞬間、座席を伸ばして就寝スタイル。これこそ究極のデブ活。さて天気も暗くなったので 3,4 時間ぐらい寝たいと思います。そして夜食に一風堂監修のプラントベースのラーメンいただきました。こ
ちらは動物由来の食材を使わず豚骨ラーメンを表現しているようです。麺は普通の麺で、スープは違和感ないぐらい豚骨ラーメンみたいで美味しかったです。朝ごはんです。本当に全く動いてないのに食べてばっかりで、なんて幸せなんでしょう。鮭の西京焼きときんぴら的なものと、たくさんの白米とおひたしかな。そして最後にお味噌汁、とってもほっこりでした。さあ、あっという間に富士山の上空です。この上空からの景色を見た時に、日本に帰ってきたんだなって実感しました。長かった13、4時間の旅を終えて羽田空港に着陸します。これでイギリス生活も終了。この YouTube チャンネルも最初はロンドンゆるライフとかにしようかなと思ってたんですが、結局どこでもゆるライフっていう名前にして、こういう帰国があるのでどこでもにしといてよかったなと思いながら、これからは東京での社畜ライフが始まります。このチャンネルでは旅動画を上げることが多かったので、これから先どうしようかなというふうには今も考えているんですが、 YouTube 自体は続けたいなと思っているので、次の動画が何になるのかお待ちいただけると嬉しいです。最後まで見ていただきありがとうございました。